細かいですもんね。相当もうモリモリですよ。キャンバスの上に彫刻作品があるみたいな、見たって消化して終わるんじゃなくて、なんかすごい出会うみたいな感覚になってほしいと思って、ミートヨアートです。はい、それでは早速今回のピックアップアーティストを紹介させていただきたいと思います。高山夏樹さんです。どうぞお願いします。よろしくお願いします。情報メディアや機械が発達した時代において失われてしまったさまざまな物体と人間が絡み合う関係の修復を、近代的な世界観とは全く異なる人間と動物と環境が一体化した世界観を提示することで考察するという制作をされています。絡まり合った世界に生きることを自覚することで、現代に生きる人間の抱える断絶や孤独の問題を再考できるのではないでしょうか、とのことでいらっしゃいます。これは絵なんですよね。で、さっきすげえ思ってて、モチーフはもうなんか等高線みたいですもんね。映像でどれぐらい見えてるかわかんないですけどね。なかなか細かいですももうん相ね。当もうモリモリですよ。1センチ以上あるとこもあるし、ですごいもう断面っていうかね、凹凸がすごいんですけど、これはどうやって作られたんですか？その風景はモチーフなんですけど、なんか絵の具のその削ったチップみたいなのを最初に作るんですけど、これがなんか実際削ったもので、すごい。なんか結構普段は具体的なモチーフを描くことが多いんですけど、なんかこれに関してはすごくなんだろう、抽象的に。だから要は最初から絵の具をバーってこう塗ってってるわけではなくて、まずこういうもので立体を作って、その上から何かをまた違う塗料を入れていくってことなんですか？でもさっきなんか削ってるとも言ってましたよね。削ってます。なんか彫刻刀で削ったり、なんか自分自身のなんかすごい見た風景だったり、なんかそういう実感みたいなものをなんかすごく大事に制作したくて、なんか色とかもなんだろう、あんまり絵を描く意識が全くなくて、なんかどっちかっていうとなんだろう、彫刻をしていくような、なんか絵の具の使い方もその混色して色を作るんじゃなくて、なんかその目で見た色ってなんかこういうのが色で言うと白だけど、なんかその実際の自分たちがこう肉眼で見た色っていろんな影響が起こって見えてる色なんで、自分もその実感を感じながらその見たものを何層も何層もこう塗り重ねて、こうなんか削って、その時にこの複数の色がその見る人の目の中でなんかこう一つになるような、なんかそういうことをこう考えながらだんだんと行き着いていて、何重にも重ねて削ってまた一つのものに見えるように再編集していくみたいな。そうですね。これはイメージ的には何を見てるんですか？なんか京都に行った時の、なんか嵐山の近くの川を写真に撮って。あ、川なんですね。水面ですか？一応水面なんですけど、なんか色だけ抽出して作品を作りたかったり、なんか見た人がなんか目で見るだけじゃなくって、なんかちょっと感触感じるようにしたくって、ちょっとボコボコしたり。水面の立体だと思うとそういう風に感じられますよね。このプツプツしてるこういうこのなんか植物の房みたいなの、これどうやってこれもなんか注射器を普段使っていて、なんかそれをでなんか絞り出してるんですけど、まさしく注射器ですね。注射器で複数の色を入れて絞り出すんですけど、なんか点の単位はなんかこれぐらいの小さなもので。その注射器はどのタイミングで発見したんですか？これだみたいになった瞬間。予備校の時から使ってて。ずっと使ってるんですね。もともとは予備校からですか？その絵とかを学び始めたと。そうです。小さい頃からなんか美術っていうか、周りがそういう美術やってる環境にあって、自分自身もこう小さい頃からなんか絵を描くっていうか、
う手を動かすことがやっぱりすごい好きで、なんかずっと続けてきたこと。キャンバスでこうやって描かれてるから絵画なんだと思って見てると、なんかそういうものを見てる気分にどんどんならなくなってくるっていう。キャンバスの上に彫刻作品があるみたいな本当そうですね。感じですよね。今さんがおっしゃられた平面の彫刻。これでもどういうふうにここまで行き着いたんですか？結構最初からこの感覚でずっと描いてたのか。でも最初はなんか結構モチーフ、生き物だったり、なんかその自分が最初はこう感情移入できるっていうところから、なんか動物だったり生き物を描いていったんですけど、なんかそこからだんだんなんか視覚的なことだけだとなんか伝えきれない気持ちが生まれてきて、なんかそこからこうちょっと立体的にしたいって思ってやり始めたり、過去作だとこうキャビネットとかを使った作品とかもあるんですけど、なんかそういう空間の一部に施していきたいっていう、どんどん立体的に彫刻的な感覚の方が強い。本当にラクダに乗ってる男の顔なのかわかんないですけど、表情がすごい、僕ネットで見てるだけでもすごい印象的だったんですけど、あれでかいですよね。大きいです。なんか等身大で作っていて4メートルとか。でかー。すごくでもこうなんて言うんでしょうね、風を感じてる感じと言いますか、すごい動き躍動感のある彫刻ですね。結構影響を受けたものがなんかそういう壁画だったり、なんか博物館で見たマンモスの全身像だったり、なんかその出会った感覚っていうのがなんか一番自分にとって衝撃的な体験だったんで、自分もなんかその等身大で作るだったり、なんか見た人がなんか見たって消化して終わるんじゃなくて、なんかすごい出会うみたいな感覚になってほしいと思って、その経験にこう始まっていくような作品が作りたくて、そういう生き物を作ったりしてます。でもなんかすごい事実に基づいて写真を使ったりしながら制作してるんですけど、プロジェクターで映写したりして、なんか実際に作品見ると写真から映写したって思えないと思うんですけど、なんか実際はそこからその映写してそこから探っていったりしていて。ちなみに e コマースでは今回何を出品していただくんですか？タイプ。これを一応出品できたら。ちなみに、2月以降ぐらいかな。2月以降ぐらいでなんか展覧会とかグループ展個展の予定はありますか？なんか市原アートミックスっていう芸術祭があって、そこに去年作ったものなんですけど、それをちょっとお披露目できるといいな。じゃあそこで夏木さんの作品が見られるということで、ぜひ、楽しみにしていただければなと思います。では本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。高山さんの作品はミートやアートの EC サイトで特別販売されております。ぜひチェックしてください。以上、今回のピックアップアーティストでした。